どうも皆さんこんにちは。はたまたこんばんは。原田です。原田食堂の時間がやってまいりました。本家の原田ハウスはもうやることがありません。正確に言えばやることはあるんですけど、今はやる気になりませんっていうことですね。なぜならもう2週間後日本なんでね、原田ハウスでは日本帰ってからいろいろやろうかなと思ってます。なんで今はこの原田食堂にフォーカスを当てております。イコール日本に帰ったらまた原田食堂はピタッと止まるかもしれないですけどね。それは後々わかりますということで。いやー、3年半ぶりの日本でございます。そんなバカみたいに期間空いてないんですけど、それでも毎回めちゃめちゃワクワクしてますね。特に食い物かな。主に食い物っすね。てかむしろほぼ食い物ですけど。なんかベタですけど、飲み行った帰りに締めのラーメンとかやりたいじゃないですか。蕎麦屋も行きたいし、ファミリーレストランとかでなんかいっぱい頼んで安とか言いたいし、こんだけ頼んだのにこの値段とかなるんだよ。絶対に。食以外にもいろいろ楽しみありますよね。エンターテインメント的なやつもすごいからな、日本は。あとは子供にいろいろ見せてあげられたらって感じですね。とりあえず年末なんで、まずはクリスマスの KFC 見せてちょっとカルチャーショック受けさせたいですよね。多分今だからみんな知ってると思うんですけど、クリスマスの KFC ってもう日本の文化だと思われてますからね。海外じゃだって年越しそばよりもクリスマスの KFC のが有名だからね。今までね、年越しそばの話してきた人はいないけど、クリスマスの KFC の質問してきた人は結構いたからね。日本人はクリスマスに KFC 食うって本当かっつって、本当だよっつって答えるんですけどね。ただの企業戦略っすよね、あれね。違うのかな。それか、多分日本はターキーが焼けるようなオーブン持ってる人のち少ないだろうから、KFC がそんな人たちのためにクリスマスにチキンをつって、違う？てかそれが企業戦略ってやつなのか。いっか。なんでも食いたいやつは食えって感じですよね。はい。さてどうしましょう。原田の話をしましょうか。てかずっと原田の話しかしてないですね。かといって原田すら知名度ないのに、その知名度のない原田が原田の知る人の話をここでしたってね。でもその誰かがすごかったらすごく面白いのかもしれないけど、最初は原田だけでやらせてくださいよ。皆さんの質問にもどんどん答えますんで、何かあればね。NG なしと言いたいんですけど、答えられないことも多分あると思う。てか NG ってノーグッドの略って知ってました？でもノーグッドの略で NG が使われてたら、なんだろうな、 NG ワードって本当に放送禁止みたいなことじゃないですか。だからもっと NG よりふさわしい言葉あった気がするけどね。 NG、日本的に考えたらもう NG がもう放送禁止とかピーみたいなことなんだけど、 No good って言われてもなんかそんなにダメなことな感じしないんだよな。雰囲気っすよ、僕の。うるせえこの海外かぶれって思った。海外かぶれだからさ、そういうこと考えちゃうのよ。その辺は多めに見てください。そろそろ前回の続きの話しましょうかね。何人かはね、気になってる人もいると思うんでね、続きを話したいと思います。カナダになんとなく来てしまって英語も喋れないで困り果てた時に出会った日本人3人組と一緒に少し旅をして、その旅を終えて帰ってきたらもうお金ない、働くしかない、どうやって。でその時仕事を見つけてくれたのがその旅をした3人組のうちの1人ですね。その子と一緒に面接受けに行くっていうところまで話しました。ほいでその気になる職種なんですが、これちょっと前のストーリーで話したんですけど、カナダ来る前にね、英語喋れるようになりたいんだったら日本人と一緒につるまない、日本人のいる職場で働かない、それをした方がいいよっつって言われてたんです。絶対に日本人のところで働かないし日本人とつるまないって僕は心に誓った。でも困り果てて速攻日本人に喋りかけて、その誓いは破られました。でここでまたさらにもう一つの誓いが破られる。その職種、ジャパニーズレストランでした。ガビーンってなったんですけど、もうノーチョイスっすよ。だって喋れないんだもん。
でさらにそのジャパニーズレストランはバンクーバーではなくて北の方にあるスコーミッシュっていう町だったんですね。そこの辺も僕の最初に思い描いていた人がいっぱいいそうな町にいようっていう計画がぶっ壊れるんですけど、まあでもその辺も全部ノーチョイス。友人がせっかく見つけてくれたんでね。で面接はお店じゃなくてそのバンクーバーのブロードウェイ沿いのねブレンズコーヒーだったかな、そこでやったんだよ。カナダ来て初めての面接っすよね。まあでもジャパニーズレストランなんで当然日本語なんですけど、そのボスがね日本人とカナディアンのハーフなんで外国人っぽい雰囲気を持っていた。それはもう最初の印象でそうですね。なんか日本人と話してるというよりも外国人と話してるって感じだったんだよな。日本語だけどね、不思議なもんですよね、雰囲気ってのは。この人なんかちょっと日本人と違うなって最初のそういう印象を受けたもん。まあ面接の内容はよく覚えてないんですけど、2人ともその場で採用されてスコーミッシュ来てくださいっつってスコーミッシュに行くことになるんです。まあジャパニーズレストランっていうのがちょっと残念だったんですけど、僕としてはもう正直ほっとしたっていう感じでしたよね。だってお金ないからどうしたらいいんだって感じになってましたからね。住むところもあるしご飯も出るしお金にもなるから、とりあえずそこに行ってから考えようってなったんですよね。まあ実際その後いろいろ考えなきゃいけない事態がものすごくたくさんあったんですけど、本当原田の人生一番の試練の場だったと言っても過言ではない。まあそういったことも後々話していけたらなとは思います。もちろんものすごく面白いこともたくさんあったので、ボスに関してはもう命の恩人ですからね。いい出会いはたくさんありました。まあそんな流れで仕事決まり、僕のスコーミッシュ生活が始まるわけです。全然話変わりますけど、日本でアメリカンドッグって言われてるこれ、アメリカだとコーンドッグって言われてるの知ってました？ホットドッグはホットドッグなのにコーンドッグはアメリカンドッグに変わっちゃったの、ちょっと不思議じゃないですか？やっぱ日本はアメリカの犬なんじゃないの？ということで今日のおやつは、たまには子供におやつでも作るかと思って作ったアメリカンドッグじゃなくてコーンドッグでした。それではまた次回。お腹が空いたな、なんか食べよう。動き出すのはそれからにしよう。気分に合った食材とお気に入りの食器も手に取って今日